皆さんこんにちは。バゲッジのゆかです。今日は5泊7日ヨーロッパ出張の帰りのパッキングをお見せします。それでは行ってみましょう。まずスーツケースを開いてベッドの上に置いておくのですが、この時にシーツなどを汚してしまわないように私は自分の服を下に敷いています。そして入れるものですが、私はジャンルごとにまとめて、それぞれを、袋や箱に入れた状態で詰めるようにしています。はい、それでは物を入れていきます。まずは平たいものを入れていきます。エコバッグ、これ現地で使いましたが、もう帰りは使わないので畳んだ状態で入れます。そして後で出てきますが、箱ですね、組み立てる箱なんですが、一つ使わなかったのでぺったんこの状態で入れておきます。後で撮影が必要なものや完璧な状態で持ち帰りたいものは箱に小分けして買った状態をキープします。プライベートなバックパックの旅でも最低1箱は持っていきます。そしてこれらも、小分けしたビニール類なんですが、余ったものなのでこれも入れておきます。そしてまずは書類とか書籍ですね。書籍の端っこが潰れるほど悲しいことはないので、まとめてしっかりビニール、あるいは袋で巻いて梱包しておきます。そしてこれを入れます。はい。そしてこちらですね。さっきお見せした箱よりもちょっとボリュームがある段ボール箱なんですが、この中に紙のものですね、メモ帳とか、これ石鹸なんですけれども、あとポストカードや単行本など、比較的重さのあるものを入れます。で、間が空いてしまったら衣類などをここに詰めます。こんな感じですね。なるべく中身が動かないようにします。はい。次は衣類ですね。衣類を下の方に入れます。比較的重さもあって上に何かが乗っかっても大丈夫なものとして衣類を詰めます。はい。そして上の方に靴ですね。これ街歩き用の靴です。今回出張だったので、行き帰りとあと仕事の時は革のしっかりした靴を履いていたので、こういったスニーカーは別に持ってきています。はい。そしてこれも比較的重くて、丈夫なものですね。これ私この袋の中には、コード類などを入れています。コード類とか、アダプターとかですね、そういったものを入れています。これも比較的下の方で良いです。で、ちょうどタイヤの部分が出っ張っているので、その間あたりに詰めると、はい、バランスが取れると思います。ちょっとこの箱の上を留めますね。はい。それでは引き続き箱状のものを詰めます。はい。こちらはですね、私がお菓子ですね。お菓子をちょっと詰めてみました。これもパッケージがしわくちゃになったりすると、戻ってから撮影をしたいので、なるべく完全な状態で持っていきたいために箱に小分けして入れます。
はい、そしてこちらは、私がよく買う類の雑貨ですね。ピンバッジですとか、この辺はワセリンですね。この辺もキーホルダーとかピンバッジなんですけれども、こういうものバラバラになるとパッケージが、乱れてしまいますので、なるべく箱の中に入れて持っていきます。ちょっとこれ空間がありますので、後ほど服を詰めます。はい、そしてこの辺り、これは IKEA のクッションカバーですね。多分ロンドン限定だと思うんですけれども、これを奥の方に詰めます。そして、これらが洗面道具や化粧品ですね。これも上の方に詰めます。そしてなかなか分類の難しい細々したものを一つの袋に入れてしまいます。私の場合は、緊急時に食べたかもしれないカロリーメイトですね。あと服のベルトとか、あとイヤーウォーマーですね。それとブラシ、このブラシちょっと気に入ってるのでおすすめします。ちょっと開けてみましょう。これ箱は無印なんですけれども、中身がですね、メゾンピアソンというブランドの子供用のブラシなんですね。で、これ子供用でも十分な大きさです。で、イノシシの毛で割と固めなんですけれども、慣れると全然痛くないですし、何より静電気が起きないのでおすすめです。はい、こんな感じで、非常に雑多なものが入ってる袋がありますので、これを一番上に入れます。はい、これでうまい具合に入ってるんですけれども、たまたまですね、こんな風にうまい具合に詰められない場合もあります。そういう時はですね、今下に敷いている服を間に詰めたりして動かないようにします。で、今敷いてる服はこういった状態だと、この後最後に、上に乗せてからこのベルトでこうクロスして支えます。で、その作業はですね、一旦蓋をしてから下に置いて、そして最終的に蓋をします。傘など帰国した時にすぐ使わなければいけないことになりそうなものは、開けてすぐ取り出せそうなところに入れておきます。これでもですね、上の方がちょっと余っている感じなので、ギリギリまでまだいろんな買い物ができそうです。持ち帰るものが大量になった時は、左右にみっちり詰め込んでから閉じるのですが、そこまでではない場合は開け閉めのしやすさと荷物のずれにくさを優先して、今回のような片側詰めにしています。そういえば私、行きは必ず片側を開けていきますね。以上が私の5泊7日ヨーロッパ出張帰りのパッキングでした。それではまた。